新聞記者ですね。それも社会部。ダメか、外れましたか。いや、東都新聞ですよ。でもよくわかるね、運転手さん。なにこの辺でこの時間まで酒も飲まずに仕事してる職業なんてそうざらにあるんじゃないや。それに雰囲気でね、お客さんなんていうのかな、好奇心旺盛なタイプだし。残念だけどそれは外れ。記者は記者でも構成担当なんですよ、僕は。構成？記事の誤字や脱字を直すやつ。それも大切な仕事でしょ。まあそうですね。こらこら、何やってんだお前。どうした？処分してくださいよ。ちゃんとこっち何の過失もないんでね。何か救急車、救急車。はい。ただいま。おかえりなさい。どうだ調子。3ヶ月って言ったら大事な時期だろ。お前もう寝てなくちゃ。俺のこと待ってなくていいから大事にしろ。病院は行った？何も問題ないって。それよりね、さっきうちの姉さんから電話があって、智子ちゃんが亡くなったって。ともちゃんが心臓麻痺だっていうのよ。心臓麻痺？だってあの子まだ高校生だろ。姉さんたちが家帰ったらもう倒れてたんだって。病院運んだんだけど手遅れでって。姉さん、静香ちゃん、ともちゃんね、ともちゃんね。じゃあこれで失礼いたします。よろしくお願いします。すいません、刑事さん。智子の体はいつ戻ってくるんでしょうか。何も問題なければ今日中には。問題なんかあるわけないじゃないですか。もう全部やらせてくださいよ。すいません。司法解剖の必要があったんですか？それは少しでも不審な点があればね。不審な点？心臓弱かったわけじゃないようだし、夜中にバスルームの中で倒れてたんですからね。内側から鍵かかってたんですよ。内側から鍵？
事間に合いましたかね。ちょっとねギリギリだったんでどのぐらいの扱いになってるか気になったもんですから。これな。浅川さん前は社会部だったんですって。あ何考えてんでしょうね会社も。浅川さんみたいな人を突然デスクワークに回すなんてね。さあな。本当は浅川さんも社会部戻りたいんじゃないんですか。おい吉野、なんですか。この記事誰が取材してきたか知ってるか？ああこれですよ俺の記事。ちょっと詳しい話聞かせてくれるか？これねなんか妙な事件なんですよ。野見武彦、辻陽子、この二人最初はただの心中事件かと思ったんですよ。でもなんか変なんですよね。まず第一に下着を下ろしたまま心中するアベックなんていますかね。それから二人は死ぬ間際必死に車の外に逃げ出そうとした形跡があるんですよ。これはきっと車の中に何かあったっていうことじゃないでしょうか。警察の見解は解剖はしたんだろ？それがただの心臓麻痺らしいんですよ。二人ともか？そんなバカな。若い男女が突然二人同時に心臓麻痺を起こすことなんてあるもんか？でしょ。僕もそう思ったんですよ。だからこの記事もうちょっと大きく扱ってほしかったんですよ。何か薬物とかいや薬は検出されなかったみたいですよ。新種のウイルスとか？浅川さんやけに興味あるみたいですね。実はなこれと同じような事件が2件あったんだ。2件？どちらも突然の心臓麻痺。その1件を俺は目撃してるんだよな。これ朝方発見されてるよな。え正確な死亡時刻って出てるかえ。昨日の深夜の11時から2時の間です。あ、それと発見された時死んだ男の腕時計が壊れて止まってたそうです。な？なんだって？時間は0時49分。この時間に何かあったのかもしれませんね。浅川さん。大石智子午前0時49分自宅バスルーム内側から鍵。岩田修一午前0時49分交差点バイクで転倒あっち行け。野見武彦午前0時49分森の中車の内部で外に逃げようとする。辻陽子午前0時49分森の中車の内部で外に逃げようとする。ただの偶然じゃないですか。場所も死んだ時の状況もみんなバラバラだし。いいか、健康な若い男女がな同じ夜の全く同じ時間に心臓麻痺を起こして死んでるんだ。ただの偶然だと思うか？まあそりゃそうですけど。いそうだ、副部長だな。や今デスクにいると思います。残念だがな浅川、こんなもん記事にならんよ。この広い東京で4人の人間が同じ時間に心臓麻痺を起こしたってだけだろ。笑われるだけだ。でもこうは考えられませんか？どこかで同じ時刻に薬を飲んだ。もしかしたらみんな一緒に。そんな薬があったらとっくに検出されてるだろ。いや何か新種の薬かもしれない。いいですか？エイズだって初めはほんの小さな出来事だったんでしょ？僕に調べさせてくださいよ。お前も社会部の人間じゃないんだぞ。ああそうだ。それに他に被害者がいる可能性もあるわけだ。同じ時刻に他に死んだ人がいるかもしれない。いい加減にしないか。お前なんで社会部追い出されたか忘れたわけじゃないだろ。高山隆二、俺はなもう二度とあの男と関わりたくないんだよ。スクープをものにして社会部へ戻りたいっていうお前の気持ちはよくわかるよ。しかしな、これはどう見てもただの偶然だ。ほら、わかりました。自分の仕事場に戻るんだな。俺一人でやらせてもらいます。何？迷惑はかけません。おい浅川。浅川さん。小栗さん、高山隆二って一体何者ですか？お前知らなかったの？いや浅川さんと何かあったっていうのは知ってるんですけど、本人あんまり話したがらないもんで。
女房殺しさ。え？証拠不十分で不起訴になったけどな。どういうことですかそれ？大学助教授って肩書きあるのにえらく超能力に肯定的な意見を持っててな。例によって雑誌やテレビが面白がって取り上げたりしてちょっとしたブームにもなったんだ。そしたらそのうちに未解決の事件を透視能力を使って当ててみせるって言い出したんだ。へえ。それを企画したのが浅川だ。浅川さんが？ああ、そこまでだったらうやむやで終わらせればよかったんだけどな。その後突然高山隆二の女房が死んだんだよ。第一発見者は高山だった。自宅で突然死だ。自殺の動機も見当たらないし遺書もない。警察は当然高山を疑った。でどうして不起訴に？そこだ。高山は地方の公演先をすっぽかして東京へ戻ってきて女房が死んでるのを発見した。それをなんと女房が死ぬと予感したから戻ってきたと言い張ったんだよ。は？浅川は高山のその予感を信用して大々的に高山の無実を新聞記事で社会に訴えたんだ。社会はそのおかげで大変だったよ。大騒ぎだった。警察の出入りはあるわ。取材拒否で仕事にならない部署まで出てきた。かわいそうだが浅川には他のところに行ってもらうしかなかったんだ。なるほど。でその高山ってどんなやつなんですか？イカサマシだよ。それも大したイカサマシだ。浅川まですっかり騙されてたんだからな。浅川。浅川。浅川。こんばんは。何ですか？野々山豊さんですよね。そうですけど何の用です？野見武彦さんが亡くなった夜に乗ってた車ってあなたのですよね。新聞記者ですか？あの日のことでしたら警察に散々聞かれましたから向こう行ってください。あ、ちょっと待って。この名前に見覚えないですかね。大石智子と岩田修一。死んだ2人との関係調べてるんですけどね。知ってるわけないでしょこんな奴ら。一人はね18歳の女子高生で、もう一人は19歳の予備校生、第一予備校に通ってるんだ。知らないって言ってるでしょ。しつこいわよ。行こう。ちょっと待って、第一予備校？なんか思い出しました？ああ、いや1週間くらい前にも俺飲みに車貸したことがあったんだけど、あいつ確かその時その第一予備校。そうそう、そこで知り合った岩田ってやつとそいつがナンパした女子高生連れて箱根のリゾートクラブ行くって言ってたんだよな。女子高生？そう、女子高生。それって智子？大石智子じゃない？智子。そうそうそう、智子智子。やっぱりそうか。ねえ、その箱根のリゾートクラブってのはどこにあるの？いや、南箱根パシフィックランドって言って、うんうん、俺が会員になってる貸別荘なんだけど。どうもありがとう。死んだ4人に一つの接点が見つかった。彼らは1週間前箱根のリゾートクラブの貸別荘で出会っていたのだ。一体そこで何があったのか。
すいません。おい。こんにちは。あ、こんにちは。予約した浅川ですけど。浅川さん。うん。あ、東京の。部屋の指定したいんですけど、できますか？ええ、構わないですよ。 B の4号。 B の4号。確かこの部屋1週間ぐらい前に若い4人連れが使いましたよね。そうだったかな。野見武彦、辻陽子、岩田修一、大石智子。覚えてない？そうですね。ええ。この部屋だ。死の1週間前に4人はここに泊まった。一体何があったんだ？あ、もしもし、俺だけど。和之、どうしたの？悪いけど今日帰れそうもないや。急な仕事入っちゃってさ。なんだ、せっかくビーフシチュー作っといたのに。うわ、ごめん。本当に仕事？え何疑ってんだよ。それより体の調子はどうだ？そうか。な、言えるかお前。何も心配すんな。うん、じゃあな。SI 修一岩田修一か。これ何か載ってたのか？これを見るなか。すいません。おい。あ、すいません。何ですか？なんかビデオでも見ようかなと思ってさ。いいですよ。どれにします？それ丸。20丸かな。僕なんかこれゾンビリア好きなんだけどな。ねえ、これは何のビデオ？ああ、これ B4 号に転がってたから持ってきたんだ。誰かの忘れ物でしょ。本当？ええ。いや、これ貸してください。
これでいいの？いいのいいの。体なし消耗ばっかりしてるとボコが来るぞ。消耗ばっかりしてるとボコが来るぞ。邪悪なギタリストは増えるばかり。どうするジャミコ、頑張れジャミコ。もしもし、もしもし。ってどうなってんだ。冗談だろ。
傑作だ。何がおかしいんですか？お前らしい話だよ。得だなと思って飛びついたら誰も信用してくれない。そこで自分で調べ始めた。ところが今度は自分の命が危ないと思い込んでビビってんだ。そうだろう。一度に4人の人間が死んでんですよ。どうだいもいっそのことどんどんいろんなやつに見せてもらったら面白いよ。みんな必死になってその消されちまった部分の謎解きに走り回るんだ。お前だって一人でするよりそっちの方がいいだろう。高山さん、分かってるよ、冗談だよ。まあお前にとって俺は疫病神みたいなもんなんだから、その俺のところにのこのこ訪ねてきたんだから相当なもんだ。俺にも見せてくれよ、そのビデオは。なんなら俺のコレクションに1個加えてやってもらうぞ。後悔しませんか？見たら最後ですよ。いいよ、そんなこと。お前がこのビデオを見た時の異常な恐怖心な、そういう心理を分析すればこの不思議な世界の仕組みがわかるかもしれない。あれ、もうこんな時間か。じゃあボンクラどもに俺の崇高な攻撃聞かせてやるか。高山さん、これにコピーしといてくれ。やり方わかるだろう。終わったらじゃあコピーここに置いとけばいいんですね。まあ、できるだけ早く見てこよう。お前が生きてるうちにね。おい、瀬川！お前がいないせいでみんなてんやわんやな。昨日といい今日といい、少したるんでるぞ。忘れしろ。すいません。高山隆二なんかに会いに行くんじゃなかった。確かに俺は勝手な思い込みにはまり込んでるだけなのかもしれない。とすればこのテープはやっぱりただのいたずらなのか。ただいま。おかえりなさい。ゆうべはごめんな。ねえ、和幸。高山さんという人とまだ付き合ってるの？どうして？何度か電話があったのよ。和幸？大丈夫だよ。もう関わり合うのはやめようって言うだけだ。あ、もしもし、朝香ですけど。ああ、俺だ。今から俺んとこまで出てこれないか。お前からもらったこのビデオな、これは殺人予告のメッセージだ。このまんまほっといたらこの言葉通りに俺たち1週間後にやられちゃうかもしれないぞ。そんなバカな。まだ確信はないけどね。どうしてわかるんです？勘だよ、勘。こういうことの勘に関して俺は外れたことがない。それをお前が一番よく知ってるだろう。急いで来い。お前は6日、俺は7日の命だ。
助かる方法はあるぞ。一体どうすれば？まずはこのビデオのケツを消したのは誰かっていうことだよ。そりゃあの4人のうちの誰かでしょう。上に重なって入っていたバラエティ番組はあの4人が箱根に泊まった夜に放送されたものです。あいつら次に見た人間を驚かそうと思って面白半分で大事なメッセージ部分を消したんですよ。だったらあの死んだ4人以外にもこのビデオを見たやつがいるってことだ。そしたらそいつらは助かる方法を知ってるはずだろ。ええ。あの部屋に泊まった人間を片っ端から洗うんだ。こんばんは。どうも。大学の教え子だ。先生、コーヒーでも入れましょうか。あ、そうだね。俺がなぜこのビデオが本物かもしれないと思った理由を言おうか。この映像はね、作り物にしちゃ非常によくできてる。プロの仕事かもしれない。現に4人が死んでる。だけどその割には内容が支離滅裂だ。でもね、感じるんだよ。何を？普通じゃない力を。お前の嫌いな世界になってきた。いずれにしても現実的なアプローチからいこうか。このビデオはね、大まかに言って2つのポイントがあるんだ。腹がなし、証文ばっかりしてると暴行が来るぞ。証文ばっかりしてると暴行が来るぞ。どっかの方言なんだろうけど、これは言語学者に聞いてみる。次は火山の映像だ。これがどこの火山でいつの噴火なのか、それはお前調べてくれ。こんなことしてて間に合うんでしょうか？やってみなきゃ分かんないよ。ちょっと待ってくださいよ。もしかしたら死ぬかもしれないんですよ。お前死ぬの怖いの？当たり前じゃないですか。死んだら何もかもなくなるんですよ。あ、そう。死んだことあんの？あるわけないじゃないですか。お前を助けられるのは俺しかいないんだから。命が惜しかったら俺に言うこと聞けよ。二度と戻れない道に踏み込んだらしいぞ、俺たちは。俺は会社に休みを出し、妻には会社に行くと言って調査を始めた。管理人の話によると、あの部屋にビデオデッキが設置されたのが1ヶ月前。それ以降あの部屋に泊まった客は8組あった。俺はその一人一人に電話をしておかしなビデオを見なかったかどうか尋ねた。だがそれを見た者は見つからない。一人一人名前が消されていく。あのビデオの中のばあさんの方言だけどね、伊豆大島のものらしいんだよ。その大島の南端の佐敷寺っていうところの方言が含まれてるってさ。民族学の先生が言うんだから間違いないよ。伊豆大島ですか？いや、火山も伊豆大島の三原山でした。それでばあさんの言葉の意味は？その後体の具合はどうだ？水遊びばかりしているとお化けがやってくるぞ。水遊びばかりしているとお化けがやってくるぞ。そしてついにあの部屋に泊まった最後の一人もビデオについては何も知らないことが分かった。俺たちは自分の手で謎を解かない限り生き延びる方法はないのだ。あと5日。
あと3日。俺が死んだら妻は果たしてやっていけるのだろうか。そして父親の顔を知らないで生まれてくる子供の人生は一体どうなるのだろうか。時間だけが残酷な速さで過ぎていく。黒い駒ね。ええ、スローモーションで見て初めて分かったんです。ほんの瞬間的なものなんですけど、それが何箇所にも。俺も気にはなってたんだけどね。よし、少し整理してみるか。横たわる裸の赤ちゃん1、肩から血を出している男5、黒身の数は以上ですね。なんだと思うねこれ。黒い駒は入ってるところと入ってないところがありますよね。入ってるところは火山の噴火、そして赤ん坊、そしてこの男、そしてこの次の男の場面。あ、そうか。そういうことか。黒い駒が入ってるのは現実の風景が映ってる場面だけど、それも平均して3秒か4秒に1回。わからないか。人間の瞬きだよ。瞬き？ちょっと待ってくださいよ。これビデオですよ。どうして瞬きが関係あるんですか？つまりこの映像はね、カメラで映したもんじゃないな。連写だ。連写？これは誰かが自分のイメージを焼き付けたもんだ。それも恨みだよ。凄まじい恨みの念だ。そんなことがあるんだよ。観念っていうのはエネルギーを持った生命体だっていうのは紀元前からあるんだ。現代ではユングだってそう言ってる。ということはこれを作ったやつは早く探し出して、そいつの恨みを晴らしてやればいいんだな、俺たちは。どうやって見つけ出すんです？俺には見当もつきませんよ。いや、これだけの念写ができる人間なら絶対何かの形で記録に残ってるはずだ。待てよ、伊豆の大島が。本物なのか、それとも真っ赤な偽物なのか、巷を賑わせた超能力論争に終止符を打つべく催されたこの会には、各方面から多くの人々が集まりました。超能力の存在を力説する生間平八郎氏は、科学者たちの監視する前で特製の鉛の容器に振られたサイコロの目を伊豆大島出身の超能力者山村静子女子に投資してもらおうという実験を行ったのです。しかし何度繰り返しても山村女子はサイコロの目を的中させることはできません。見守っていた観客たちもあまりの不甲斐なさに、ヤジを飛ばす者、席を立つ者、そして物を投げる輩まで出てくる始末。帝王大助教授生間氏の面目も丸つぶれのとんだ結末となってしまいました。連写なんかどこにも出てこないじゃないですか。いや、新聞記事が残ってるよ。山村静子が騒がれるきっかけになったのは連写なんだよ。仏像何体も連写してみせたらしい。じゃあビデオ作ったのは山村静子？いや、娘の方だ。我々が探さなくちゃならないのは山村貞子の方だ。
生間平八郎と静子の間には娘が一人いたんだ。どうしてそんなことが分かるんです？このビデオ見てみろ。目線の高さなんだよ。この目線の高さは子供の目線だろ。この時に貞子は8歳だったんだ。母親が超能力者だったってことは娘もそうなる可能性が非常に高い。つまり山村静子は本物の超能力者だったと言いたいんですか？だけどその子供の貞子の方がもっと強い超能力を持ってた。だからビデオに念写もできたし、人を殺す能力もある。よし、明日2人で大島へ飛ぼう。山村貞子の親族が残ってるかもしれない。面白くなってきた。どうした？悪いですけど僕は行きません。何？これはゲームじゃないんですよ。僕に残された時間は明日と明後日とあとたった2日間しかない。だったら僕は残された2日間を妻のために使いたいんです。失礼します。ちょっと待て。おい浅川、お前いいのかそれで？おかえりなさい。どうしたの？今日は早かったのね。消化まで入れて遅いんじゃなかったっけ？ちょっとねローテーション変わったんだよ。それよりこれ。何？今日は何の日だっけ？いや別に何の日じゃなくたっていいじゃないか。これ突然のプレゼントだってきっと似合うと思ってさ。サマーセーター。ああ嬉しい。開けてもいい？もちろん。おい静か。お前これ。ごめん、デッキの中に入りっぱなしになってたから。気持ち悪いビデオよね。見たのか？うん。何なのこれ？いつ見た？いつ見たんだよ。今日の昼間、病院から帰った後だから2時過ぎ。何があったの？僕がいけないんです。僕が独断で焦ったばっかりに妻まで。お前も俺も助かる。だからお前の女房も助かる。どうしてそんなに自信があるんです？もうダメかもしれないって。そんな風に考えたことないんですか？お前には分からんだろうけどな。俺には不思議とこのビデオの後に引きつけられるものがあるんだ。そして俺たちは必ずこの主に会える。山村家はもともとこの辺じゃ知られた名家だったらしいんですが、今ここには山村静子のいとこにあたる人が住んでるそうです。
山村さんですか？静子は死んだ。三原山に磨けて死んじまったよ。もうずっと前の話だが、静子はよ、見たくもねえ先のことが見えたりしたんで、よーく頭が痛いと言って寝込んだりしてたんだ。あの生間平八郎ってのがそこにつけ込んで静子を金儲けの道具に使いやがった。奴には女房子供まであったくせに静子を払わせやがった。その子供が貞子さんですか？そうなんです。静子は人前にさらされておかしくなっちまった。おまけに2人目の子供はすぐに死んじまって逃げるように東京から帰ってきたと思うんだ。貞子を残して山に飛び込んだ。おかげで貞子は一人ぼっちになっちまった。貞子は母の静子以上に妙な力を持っていた。そのため小さい時は随分いじめられた。何してんだよ。それから貞子さんどうなったかご存知ですか？高校を出ると逃げるように島を出てって女優になるとか言ってな、飛翔とかいう劇団に入ったらしいんだが、それ以来行方知れず。綺麗な子だったからお方変な男にでも騙されたんだろう。浅川さん、今一体どこで何やってんですか？無断欠勤だって公正の方じゃもうカンカンになってますよ。悪いけどちょっと調べてほしいことがあるんだ。30年ぐらい前な、飛翔っていう劇団のメンバーで山村貞子っていうのがいたはずなんだよ。彼女が今どうしてるか調べてくれないか。それと帝大助教授だった生間平八郎っていう男、この男の消息も調べておいてくれ。頼む。あと1日。おい、いい湯だったぞ。入ってこうね、もう。そっか、じゃあ飯でも食うか。どうしたんださっきから。明日のこの時間ですよね。明日のちょうどこの時間、僕死ぬかもしれないんですよね。何弱気になってんだ。高山さんにはわからないでしょうね。高山さんには
僕が死んだ後も14時間も残ってるんですから。くだらんこと言うな。ここにしてる14時間って大きいですよ。いい加減にしろ。いい加減にしろお前。あと24時間だぞ。ゲームの終点見えてんじゃないか。とにかく明日の朝東京に戻って貞子の情報を集めろ。信じろ俺を。希望をなくした時点で負けだお前は。わかるだろ。あ？吉野からの報告で劇団飛翔の当時の劇団員の一人が見つかった。すいません、有馬さんですか？あなた昔劇団にいませんでしたか？飛翔っていう名前の劇団。ああ、山村貞子ってご存知ですか？山村貞子。思い出せませんか？同じ頃劇団にいたはずなんですけど。随分前の話ですから。ちょっとそこで待っててください。なんで逃げるんだよ。もう関係ないな。警察に用はないよ。警察じゃないですよ。新聞記者ですよ。ちょっと昔のこと聞きに来ただけですよ。重森のことじゃ随分あの時は警察に絞られてな。もう30年近くも前の話だ。山村貞子がいい女だった。なんか東京にはいない純粋な雰囲気のある娘だった。しかしあいつは普通じゃなかった。劇団の同期の重森が貞子を物にしてやるって言い出したんだ。それで夜中に貞子のアパートに行ったんだ。貞子の声じゃねえかおい。私も飲むね。そしたら先客が嫌がった。またね。貞子が相手のこと呼んだんだよ。なんて呼んだと思う？お父さん。お父さん。ああ、それだけなら警察沙汰にもならねえんだ。話はここで終わんねえんだよ。重森のやつそれ見たらおかしくなっちまってさ。実の親とできて俺とできねえわけがねえとか言ってよ。その後貞子のアパートに押しかけたんだ。何なんだよあいつ。俺だって貞子。それで重森は死んだ。死んだ？ああ、心臓麻痺でな。心臓麻痺？はい。生間平八郎の息子と会ってきたよ。うん。平八郎は晩年結核を患っていてね、その担当医で長尾って医者が熱海にいるらしいんだ。うん。
ません。はい。長尾丈太郎先生がいらっしゃいますか？診察の方ですか？いえ。長尾丈太郎さんですか？ええ。山村貞子ってご存知ですよね？あんたちょっと。山村貞子に何やったんだ？貞子。あれはもう30年前のことです。山村貞子は私の患者だった生間平八郎の娘でした。お父さん、もうダメなんでしょ？もうすぐ死んじゃうんでしょ？私は貞子が父親と肉体関係を持っていることには気づいていました。でも私は貞子をかわいそうとは思っても汚れていると思ったことは一度もなかった。それどころか私はいつの間にか貞子の美しさに心惹かれていってしまったのです。そしていつしか貞子も私を、お互い口に出すことはなかったけれど二人は確かに愛し合っていた。あの事件が起こるまでは。足。ダメだよ。ここの水は飲めないよ。好きだ、貞子。貞子。好きって本当？好きだから結婚してもいい。本当に？本当さ。何があっても結婚してくれる？何があっても。貞子は女じゃなかった。男でもなかった。両性具有だったんだ。両性具有？そう。正式には睾丸性女性化症候群というもんだ。
やっぱりあなたも同じなのね。いや、殺してやる。貞子の声が頭の中で響いた。殺してやる。そしたら急に胸が。殺してやる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 。お前を殺してやる。やめろ、貞子。何度も考えた。私は悪くないんだ。本当なんだ。信じてくれ。貞子は私に殺人を仕向けたんだ。私は貞子にそうやると言われて。じゃあお前が人殺しなんじゃないか。中尾さん、じゃあ最後に一つだけ教えてください。あなたがいた診療所っていうのは当時どこにいたんですか？箱根の富士見村です。今はもう地名が変わっていると思いますが。箱根の富士見村？ここだ。ここですよ。僕が念写ビデオを見た貸別荘。やっぱりそうか。あれは診療所の井戸の真上に建てられたもんなんだ。じゃああの部屋の床の下には貞子は眠ってるよ、今でも多分な。貞子を井戸から引き上げて手厚く葬ってやろう。それがビデオを見てしまった俺たちが生き残る唯一の方法なんですよね。僕にはまだわからないことがあるんですよ。何？貞子はどうして父親なんかと肉体関係を持ったんでしょうね。いや、父親との肉体関係が問題じゃないと思うんだよ。問題はね、貞子という娘が生まれながらにして人間の持つあらゆる美しさを兼ね添えていたってことだ。それを一番よく知っていたのが父親だったんだよ。その二人が世間から弾き出されてだよ。愛おしく抱き合うってのはそれほど不自然なことないと思う。貞子はどうしてこんな無差別殺人のような行為をしたんでしょうね。普通憎しみを持っている相手にだけ復讐すれば済むことなんじゃないですか。いや、だってね、彼女の20年足らずの人生ってのは普通の人間の一生をはるかに超える不幸の連続だったと思うんだよ。だからそれを全部ひっくるめてひょっかぶって凄まじい恨みを込めて彼女は今あの狭い井戸の中に眠ってるんだ。俺はそう思う。お前のビデオ見た部屋どこだ？あそこ。よしろ。
断ってみよう。おい、あかり。早く貞子の水遊びやめさせないとな。それが問題の答えだ。よし。じゃあ俺は下に降りるから、お前上でバケツ引き上げてくれ。分かったのかよ。わかりました。大丈夫ですか、高山さん。お前こそ大丈夫か。しっかりしろよ、頼むぞお前。はい。え？はい。よし。じゃあ行くぞ。大丈夫ですか、高山さん。結構深いぞ。気をつけてくださいよ。はいよ。すいません。どうしたんですか？交代。交代だよ。ちょっと待ってくださいよ。俺にはとてもこんなことできない。何甘ったれたこと言ってんだよお前。お前もうバケツ持ち上げる力もないじゃないか。時計見てみろ。あとどのくらい時間があると思ってんだ。しっかりせよ。朝か。はい。さあ。時間がないんだよ。気をつけろ。大丈夫か。よし。急げよ。安心しろ。ちゃんとここにいるから。大丈夫です。
高山さん。高山さん。高山さ起きてるよ。なんだ。終わったね。先生、長尾先生。あ、そう。あのじいさん黙って受け取った。あ、それはよかったね。ええ。墨を見せた途端にそれが何なのか分かったみたいでした。でもビデオを受け取らなかった。消してくださいと言われました。ああ、なるほどね。よし。そんじゃお互い命が助かったお祝いに一杯やるか。あ、いいですね。じゃあ僕次の飛行機で羽田向かいます。2時半に羽田のアビオンでどうですか。はい、それじゃ2時半。はい、分かった。貞子さん。あなたの子供だね。君が一番欲しかったもんなんだね。死にたくなければその方法はただ一つ。あなたの子供。
死んだ。なぜだ？先生のことよく言う人誰もいなかったけど、でもね、あの人本当は優しい人だったの。知ってる。よく知ってるよ。私のこと一度も抱いてくれなかったけど、でもね、私たちうまくいってたの。なあ、高山さんどうやって死んだ？何でもいい。なあ、気づいたことあったら教えてくれ。なあ、何でもいいから。変なの、あの人。死ぬ前にあなたの子供って独り言言ってた。あなたの子供？どうしてだ？俺たちが貞子の思いを遂げてやったんじゃなかったのか？どうして？俺は生きてんのに。見たのか？どうすりゃいいんだ？あなたの子供？待てよ。俺がやって高山さんがやってないことなんだ？子供。俺にコピーしといてくれ。やり方わかるだろ。そうか。俺は高山さんにこのテープをコピーして見せたんだ。じゃあコピー終わったらここに置いとけばいいんですね。できるだけ早く見てくれ。お前が生きてるんだね。そうか。貞子は連写ビデオを利用して自らの怨念を増殖させようとしてたんだ。死にたくなければその方法はただ一つ。その方法とは、これを見た者が死者となり、新たなものを死へといざなうことのみ。死へといざなうだと？静香が誰かにビデオを見せればいいってのか？それが助ける方法なのか？次の犠牲者探せってのか？高山さんは貞子の残した恐怖の連鎖反応を断ち切るため死を選んだ。しかし俺にはできない。
これから俺は妻にビデオをコピーさせ、そのコピーされたテープを誰かに見せなければならない。その次も、そしてその次の相手も、そして人間たちはこれを永遠に続けていかなければならないのだ。もしどこかでこのリングが途切れた時、その時こそ貞子の本当の復讐の始まりなのだ。